はい、皆さん、お疲れ様でございます。本日のアイスストーリー実践ですね。今回は青7周辺ですね。そちらを狙っていこうと思います。基本的にはね、このプラム、青7プラム、小役外れ目と言われてますけれども、それのさらに上ですね。このって言っちゃった。チェリー付きの青7ですね。ここら辺を狙っていこうと思います。で、ここら辺がですね、うまいこと出ないか。青7がここに止まって、この青7ですね。1個真下に落ちて、上段青7、ベルテンパイが、ベルハルツズレ目となってますよね。と、もう1個ある、青7の形もベル外れ目となっております。そこら辺を含めてですね、どんな感じになっているのかというのも確認していきたいと思います。予告なしでもベルは来るので、何もなくて止まったから2角になるというわけでもないとは思います。で、もう1個のベルの方ね、こっちか。これですね。これも下段に止まって中段ベルテンパイになればベル外れ目。停止位置の関係で全く、遅れた。遅れましたよ。はーい。ほんと遅れって偉大ですよね。ほい。音なき予告って言いますかね。おって自分だけが気づくことができる。この感覚がね。プレミアだ。やった。しかも初めて出しましたね、僕これ。やった。しかも初めて見たんだけど。停止で目はどうなんだ。はあ。これ綺麗な青菜止めたかったな。すごいっすね。せっかくなんでね、その小役外れ目の形で揃えたいじゃないですか。これですね。今回の目標は一応これなんで、これで出していきたいと思いますと。はい、ビッグです。そういえば前回の、コメントをですね、いただいて、白7を枠内に狙えば、
リプレイは外せるんじゃないかっていうコメントがあったんですけれども、一応動画に残してないところでやったんですけども、制御で外れることはありませんでした。基本ね、こうリプレイとリプレイの間隔が6個も空いてるんで、やっぱりこの白7のここですね、この2つの2コマ外しでした。ちょっと今保険外しという形で出たらやってみますけども、ここは基本的な外しの位置ですよね。じゃあここで一回枠内に狙います。要は白7を下段に狙いますね。下段というか中下段か。当然滑るんですよ、リプレイまで。ということで白7枠内というのは制御では外れませんでした。台によってはね、リプレイが4コマしか外れてないのにリプレイ外しができるっていうね、特定の停止位置を狙うことができれば制御で外れるっていう台はね、他にもありましたんでね、こう頭ごなしに否定するわけではなくて、実際に自分でやってみて、何度も何度もやってみて、そういうことが起きうることがあればね、もしかしたらその人は本当にそれで外していたのかもしれないですし、なので、頭ごなしに否定することはしないで、自分も毎回検証をして、どんな感じかっていうのをお伝えできればと思っております。しかし序盤の方はな、調子が良かったんですけどね、500枚全然いかなくなりましたね。500枚どころかこれは危ないな、400枚も危ないんじゃないのっていうぐらいのね。よし、再開します。で、青7周辺ですね。開始2ゲームですね。さて、これを、ビタで止まっちゃうのか。青7まで別に滑んねえんだな。しかも、揃った。揃うんですよね。右。隕石って左も右も出たら、ほぼ当たり確定なぐらいのプレミアだと思ってたんですけど、揃うんすよね。これ今の狙いの位置で、あれなのかな、この青7までガーって滑っていったら、もしかしたら1角なんすかね。青7が上段に止まった状態から、ベル揃うことってないの？もしかして。なのでね、同様に隕石のね、左から流れるやつも、子役の可能性ってゼロじゃないんですよね。動画に収めたんですけど、その動画に収めたやつで、間違って消しちゃって、だから、ちょうどうまい具合に今、ね、隕石予告で子役が出るところが取れてよかったなと。遅れた。なんでこれビタっぽくなっちゃうんだろうな。はい、枠上、青7。関係ないですけどね。でもそうするとな、今度バーまで滑っちゃうしな。本当にビタなビタだな、これ。お！どうですか、これ。どうよ。ボス。ビタで押してれば揃うか。揃いますね。ただ、
この青7が湧く上で、押す形もビタで止まっちゃうんすね。ということは、1コマ滑りで青7が停止したら、激アツってことになるのかな。謎。あ、いや、これ間違いなく滑ってる。今1個も絶対滑った。別にあれか、1個も滑りが熱いわけでもないのか。これ怪しいのかな。青7が下まで落ちてば、いつもここに止まりますもんね。下段まで行くと熱いよ。お、行った。怪しいぞ、これは、本当に。これは本当に怪しいですね。なんでもございませんでした。まあ、リーチ目とかね、そういうのもないから、なんていうんですかね。そのライターさんとかが尊敬される場面っていうのもね、だいぶ薄いですしね。演者さんとか、そういうのでもね、特に何かをしてくれるってわけじゃないですからね、価値提供というか、まあ昔とね、形は違うんで、一概に比べられないんですけど、その人がすごいって思えるところって目押し力だったりとか、いろいろ大の考察、そういうのを含めて、いやー、知識があってね、すごいなとか、目押しがすごいなとかね、まあ今だと引きがすごいなとかでもあるんですかね。なんせね、アイスストーリーを細かく説明する動画というかね、そういうお人が、まあ私が見つけられてないだけなのかもしれないんですけどね。いないのでね。まあ自分が一番詳しくなるしかないんですよね。これも上段に止まるとなのかな。これ中段に止まりますもんね。白7の時はここだとリーチ目なのに。これ上だとリーチなのかな。下はダメっぽいですね。今が一番楽しいっすよ。なんで今が一番楽しいかって言ったら、こう、好きなように狙えるじゃないですか。停止位置をね。現役の時は、まあ当然これを回すのに、1枚20円、1ゲームで60円かかるわけですよ。好きなように遊ぶってね、なかなかできないじゃないですか。それこそ貴族の遊びですからね。なので、やっぱり、こんな出目考察なんかしてる余裕はないわけですよ。基本的には白7周辺を狙ってね、いち早くフラグ察知をしなければいけないと。おーっと、どうですか？どう見てもリーチ目っぽいけどな。入りと見ていいっすよね。でもここやっぱビタだよな。今もうずっとここ一生懸命狙ってますからね。ああ。ダメか。そう、これも出したいんですよね。もうフラグ成立後だからね。お恥ずかしいですけど。こういうようなリーチ目を出したいんですよ。ちゃんと狙ってれば攻めるもんな。まあレギュラーなんでしょうね。こういろいろと考察する流れと同時に、いつでも無音プレミアとマンモスですね。変則押ししてエラーを出すっていうのウェルカムなんでね。でね、前々回の動画か。これチェリー付きの方だったらリーチ目だったんでしょうね。おや？そんなことはないよね。怪しいことこの上ないな。今のリーチ目？うまいことただの子役って来る？ベルの方。ですよね。ですよ、奥様。リーチ目だったっぽいっす。ね。
展開が良くないと無理ですね。これなんかもう全部やることやりましたからね。ラストで引いてるわけだし。これで取れる子役が取れてないんだからな。ねえ、ほんと500枚いくって、まあまあ引きが良くないとダメですよね。辛い。なんか私の計算違いで実は500とか言っててくれねえかな。OK だよ。で、仮に、この白7、ここでビタで押してしまったとして、チェリーじゃねえや、ベルだった場合は、ここまで滑るわけじゃないですか。だからまあ、白7周りはやっぱり優秀なんですよね。ミスがないというかね、取りこぼしがない。この青7狙いは本当に上級者ですよね。この青を押して、まあ最低でも2リール目までは目押しをしなきゃいけないわけですからね。その、ね、この取りこぼしをなくそうって言うんであればね。すごくないですか？今何の予告もないですよ。遅れもしてないし。揃うんだもんね。まあここに止まったから暑いというわけでもなく、しかも予告なしでも来るわけだし。どうですか？総括としては、まあ狙う位置だねっていうことでよろしいでしょうかね。結論からすると、狙う場所じゃねえと。まあここぞという時は狙ってもいいけどもっていうね。まあ普段推しのところで集中力を毎回そんなに維持できねえよと。ね。なんかこれやってる感覚もクランキーコンドルみたいな感覚ですもんね。こう押して押してはいテンパらないでやっと右リールで楽できるみたいなね。地獄ですよねそんなんね。お、これですわね。で外れるかにゃーなんていうね。はいの2つかな。まあベル外れ目なんでちゃんと狙って外れればいいっていうことですよね。ぐらいなのかな。この青奈が枠上に止まった時ね、ビタで押せばビタでなんか止まっちゃうっていう形も、それもベル外れ目なんだけど、いかんせんレギュラーの可能性が高いのかなっていうとこですよね。やっぱりビッグだった場合は引き込んできますもんね。そこが城周辺との違いなのかな。ということで、今回の実戦はここら辺までにしたいと思います。今回もマンモス無音出ませんでした。まあ、もっと出現率が低いと思われるプレミアが出ましたけどね。でも無音もね、1回しか経験してないからな。どうなの？比率どっちの方が低いんですか？もしアイスストーリーにめっちゃ詳しい人がいたら無音の方が低いのか、先ほど出たプレミア告知の方が低いのか教えてください。では失礼します。